この動画は過去動画の再放送です。途中紹介されている別動画は現在アップされていないものもあり、リンク切れしている場合がありますが、ゆっくり再アップしていきますのでお待ちくださいね。それではご覧ください。心の準備はいいですか？ちょっとドキドキします。どうでしょう？すごい。こんにちは、斉藤直樹です。先日ですね、こんな募集をしました。リスナーさんのオリキャラ書いてみたという企画をやりたいので、うちの子書いてもいいよっていう方はリプくださいっていうツイートなんですが、夜中のツイートだったにもかかわらず、ものすごい勢いで皆さんオリジナルキャラクターを送っていただいてですね、なんと最終的に1828人からオリジナルキャラクターを送っていただきました。皆さん本当にありがとうございます。もうね、1828リプってついたことなかったのでめちゃくちゃびっくりしました。でね、もう当然なんですけど、すっごい悩んだんですよ。もうどれもこれも本当に魅力的なキャラクターばかりでですね、これも描きたい、これもやばいってね、何時間も目移りしてしまって、なかなか決められませんでした。ちょっと最初に僕が気になっていたキャラクター、何キャラか紹介させていただきますね。1キャラ目、水筒カバーさんの作品。透明感があってめちゃくちゃ引きつけられる死神っぽいキャラクターです。2キャラ目、こちらはね、天使ちゃんっていうことで、なんかこう、中二心をくすぐられるんですよね。次はシーラさん。これめっちゃ良くない？キャラクターが信号機なの。こういうデザインすごくね、好きなんですよね。カーミンさんのこのキャラはね、もう超絶可愛いですよね。このトゲトゲデザインのトカゲッコちゃん、すごく描きたい欲がかき立てられます。5キャラ目、モフマーさんかな？毒と石化の双子っていうね、設定がもうそれだけで最高ですよね。6キャラ目、ナッティウンさん。いやーもうこれはですね、触手何年も書いていなかったので、これね、昔の血が騒いで、見た瞬間ね、これ書きたいってね、思わせられちゃいました。そして、チャンプルーさんの作品、鬼っ子です。かっこいいし、可愛いし、このね、ところどころに入っている入れ墨模様がすごくね、かっこいいですよね。9番目、ヒーチさんかな？オッドアイの白マッコなんですけど、これもね、超可愛いですよね。10番目、木野崎優夫さん。いや、これ見てください。この設定画の装飾品の細かさ。いや、もう設定画の時点でめちゃくちゃ引き込まれました。いやー、繊細で素敵な絵ですよね。次、黒の評価さん。これね、正直めちゃくちゃびっくりしました。ラブカっていう深海魚が元になっているんですが、ラブカの擬人化ってね、考えたことなかったけど、すごいインパクトですよね。そして、アマロさん。このね、片手が大きいのとかね、すごく好きです。最後、ミグレさん。いや、もう単純に見た瞬間かっこいいって思いました。表の顔は神父、裏の顔は殺し合ってね。いやー、好きです。っていうことでね、駆け足で紹介してきたんですが、いやもうこんな感じでね、魅力あふれるキャラクターばかりなんですよ。これがね、1800作品もあるわけですから、皆さん今見ただけでも迷うでしょ？ですがね、もう早速発表しちゃいます。僕が今回描いていくリスナーさんのオリジナルキャラクターはこちらのキャラクターです。メヘメヘさんの作品で、名前がフォンファちゃんです。いや、デザインこれめちゃくちゃ可愛くないですか？この方ね、すごくセンスがあるなっていう風に思いました。配色のバランスもいいですし、シンプルなのにインパクトがありますよね。すごいデザイン力を感じました。今回はこちらのフォンファちゃんを全力で描かせていただきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。はい、まずはまっさらな状態からスタートですね。薄いペンで当たりを取っていきます。今回は中国のキャラクターということで、中国拳法っぽい動きを取り入れたポージングにしていきたいと思います。メヘメヘさんが描いた設定画とイラストを見るとね、とても元気ではつらつとしたキャラクターなので、ポーズがこじんまりしてしまわないように手足をバッと大きく広げてね、元気なイラストにしていきたいと思います。メヘメヘさんの設定がほんとすごくしっかり描かれていてですね、こんな風に前、横、後ろから見た姿や、あとはほら、服の柄に至るまでね、三面図を丁寧に描かれていますよね。これのおかげで迷うことなくサクサクと描き進めていけます。こういった三面図ってプロが用意するものって思いがちなんですが、デザインを考えながらキャラクターの動きも同時に描いていくってかなり難しいことなので、プロじゃなくてもですね、こういう設定が、特に自分が愛情を込めて作ったオリジナルキャラクターはね、作っておくとその後のイラストめちゃくちゃ描きやすくなると思います。さあ、ざっくりと当たりが取れましたので、ちょっとずつ形を整えていってみましょう。形を整える時はですね、線のまま形を整えていくよりも、こんな風に全体をグレーで塗って色が違う部分にちょっとだけ濃淡をつけた状態にしてあげます。そうすることで、ただただ線だった
た絵がありありとそこにまるでいるように見えてきますので、あれここおかしいっていう部分により気づきやすくなる効果があるんですね。この工程一見めんどくさそうに見えると思うんですが、この段階で見切り発車してしまって綺麗に描いた後で絵を修正するのってもう何倍もめんどくさいんですよ。ちょっと今回その間違いを僕自身が犯してしまったので後で見てほしいんですが、このラフの状態で形を修正しておいた方が格段に楽ですのでね、ここで絵をよーく見ておかしい部分を発見したらこの段階で全部直しちゃう、そういう気持ちでラフを描く、それがねいい絵を描く時の一番のコツです。はい、中でも顔の表情は最も重要な要素ですので念入りに調整していきますね。目の大きさや位置、口の表情など1ミリ単位でね大きくしたり小さくしたり真ん中に寄せてみたり離してみたり上に上げたり下に下げたりしつつね、可愛いって思えるようになるまでしつこく調整を繰り返しましょう。パーツの書き忘れなんかもないようによーく設定画を見ながら形を整えていきますね。いやー、このスカートの先端についている花飾りがすごく可愛いですね。時々こんな風に左右を反転しつつ書き進めていくと形の崩れに気づきやすくなるのでおすすめですよ。はい、大方形を整え終わったら次は線を描いていきますね。前に紹介したんですがここからの描き方、僕は大きく2パターンあって色を塗った後から線を描いていくという描き方もあるんですが、今回は線を先に描いていくやり方で進めていきます。線から描いていく、色から描いていく、それぞれにメリットはあるんですが、僕がそれぞれのやり方をどう使い分けているかというと、線から描いていくやり方はどちらかというと動きを強調しやすくなると思います。一方色から描いていくやり方は形の正確さや気持ちよさ、収まりの良さを強調しやすい描き方だと感じます。色から塗っていって線を後で描く描き方はこちらの動画完全公開イラストメイキングで紹介していますので後でこちらを見てみてくださいね。今回はですねフォンファちゃんの絵は元気な動きを強調したいイラストなので、より動きを出しやすい線から描いていく方法を選んで描き進めていきます。はい、前の段階で形をきっちりめに取っておりますので線画は迷わず進めることができました。次は色塗りに移っていきたいと思います。ここからキャラクターの設定通りの色をベタ塗りしていきます。ここはね設定通りの色を置いていく単純作業ですので一旦少し作業から目を離して、今回ご応募いただいた作品の中からうわーこのキャラクターも描きたかったなーっていうキャラクターをさらにいくつか紹介させていただきたいと思います。はい、ラズメさんの作品ですね。もうねラズメさんはいつも動画の中で僕の話題をよく取り上げていただいてもう本当に感謝です。立花黒桃ちゃんっていうんですね。腰に巻いた大きなベルトがねすごく可愛いですよね。次はシオルドさん、大きな銃と女の子の組み合わせってめちゃくちゃいいですよね。イラストもすごく魅力的に描かれています。3番目はシフォンさんのキャラクター、海底に繋がれている少女ラムちゃん、何があったのかめちゃくちゃ気になります。封印されてるんでしょうか。そして次は謎猫ヤマトさんのダビート、自分が死んだことに気づいていないっていうキャラクターなんですけど、なんかねそのぐらいおおらかに生きたいもんですよね。僕も設定とあと眠たそうな目がね魅力的です。キーガさんはウツボカズラちゃんですね。いやーこれね描くの難しそうなんですけど僕だったらどう描くかなっていう風に想像がかきたてられたキャラクターでした。カンミライさんのキャラクターはもう言うことないぐらい可愛いです。アホ毛で感情表現するところが特に可愛いですね。シルベさんの作品は同じく10プラス少女のキャラですが、こっちは可愛いよりもかっこいいですね。なぜ彼女はうつろな目をしているのか、バックボーンがねめちゃくちゃ気になります。あずまいもさんでいいのかな、思わずねお坊さんってびっくりしたんですけど、これねめちゃくちゃ表情が魅力的なんですよね。このひょうひょうとした雰囲気すごく引きつけられます。最後ナナナさんのエルちゃんですね。これもねすごく丁寧に三面図が描かれているんですよね。何よりも小物類がすっごく可愛くて、見てこのドーナツのポーチ、これめちゃくちゃ可愛くない？はい、もうこんな感じでねもう超魅力的なキャラクターばかりでしたので、もしまだ見ていない人がいたら僕の Twitter のリプライ欄を見てほしいです。もうねそれだけで楽しい気分になれること受け合いですのでぜひ覗いてみてください。さあここから立体感をプラスしていきましょう。キャラクターにいわゆる一影と呼ばれる影をね追加していきます。一影について結構聞かれるのが、これ今上に定山レイヤーを重ねて薄いピンク色で影を一色で塗っているんですが、影は全部同じ色で塗っていいんですかってね質問をよく受けます。答えは全然 OK ですが、もし例えば少しだけ清潔感を強調したいなとか、あとは素早
い動きやシュッとしたスマートな雰囲気を出したい場合には、白い布地の部分の影だけ青とか緑色とか寒色系に振ってあげても爽やかな印象になると思います。はい。で、ここさっきラフを描いていた時に、この段階でしっかりと違和感を見つけて形を直そうって言った理由がここですね。ここでね、冷静になってよく見てみたらですね、奥の腕で2本のスティックを持っているはずが、1本明らかに空中に浮いちゃってるんですね。手で持ててません。この段階で気づくとですね、まずは影を非表示にして大元の形を修正して、でまたその影を付け直して、その影も修正してっていう風にラフの修正をするよりもはるかに手間がかかってしまうんですね。なかなかめんどくさそうでしょ。これがラフで形を直そうって言った理由です。はい、やっちゃいましたが、なんとか修正しつつ、さらに影とハイライトを追加していって、髪の毛のツヤ、バトンの金属的なテカリ、布地の質感、そして反射光を入れて、さらに立体感をプラスしていきます。ほらほら、立体感が出てきて、キャラクターの存在感が増してきましたね。さあ、キャラクターはだいたいイメージができましたので、次は背景を追加していきます。背景はですね、どうしようかなって結構悩んだんですが、メヘメヘさんが描いたイラストがソーシャルゲームっぽい、画面にきっちり収まるような構図で描かれているのと、あとはね、僕も結構こういうソシャゲ風のイラストを今までよく描いてきたこともありますので、今回はゲームに出てきそうなイラスト風にまとめたいと思います。まずはフォンファちゃんの動きをさらに強調するような感じで、周りを取り巻く風と炎っぽいエフェクトを描いていきます。エフェクトはね、1枚のペラペラな紙を想定して、表面と裏面の色を変えてあげると立体感がはっきりと出て、空間が表現しやすいですね。エフェクトが描けたら次は背景です。フォンファちゃんはパンダのデザインがふんだんに盛り込まれていますが、パンダといったら笹ですので、笹っぽいシルエットを追加していきつつ、奥の方のシルエットには星を散りばめていきたいと思います。いや、これ理由はですね、僕はケンジっていう中国拳法の漫画がすごく好きなんですが、ケンジの漫画中に中国拳法とは宇宙の法則を形にしたものだ。したがって武術を練習するということは、体を通して宇宙の法則を悟るための行為なんだっていう言葉が出てくるんですよね。これがね、僕すごく好きでですね、なのでただ楽しく踊るフォンファちゃんなんですが、楽しく踊っていたら知らず知らずのうちに宇宙と一体になっていたみたいな感じだったら素敵だなと思ってですね、こんな感じの背景にしてみました。そして最後、仕上げの段階です。画面をアップにしたり離れたりしながら細部の調整を行っていく段階です。ここはね、ひたすら絵と対話しつつ、どうやったら良くなる？ここをもうちょっとこうすれば、もうちょっとこうかなってね、独り言をブツブツつぶやきつつですね、これで完成だって思えるところまでひたすらしっくりくる着地点を目指しましょう。目や顔のパーツの書き込みを1段階アップしたり、足りなかったエフェクト表現なんかを追加したりしながら、どんどんと画面を突き詰めていったら、はい、こちらでリスナーさんのイラスト、プロが本気で描いてみたメヘメヘさんのフォンファちゃんのイラスト完成です。いや、結構ね、自分でも可愛く描けたなっていう風に思うんですけども、いかがでしょうか。それじゃあですね、このイラストせっかくですから本人に見せちゃいましょう。実はね、さっきご本人にはちょっと驚かせるために嘘の連絡をしてあります。まだどのキャラクターを描くのかは決まってないんですが、これから僕が描くキャラクターを決める上で何人かの方にお話を伺っておりますっていう風にね、事前インタビューとして通話の約束を取り付けてるんですね。ちょっとね、ドッキリになるんですが、ご本人にこのイラスト見せに行きましょう。いやー、喜んでくれるかな。いや、めっちゃドキドキします。行ってみましょう。めっちゃ緊張する、なんかあ、準備ができたようです。もしもし。もしもし、斉藤直樹です。はい、こんばんはです。こんばんは。聞こえますか？はい、聞こえてます。驚きました。ですよね。結構勇気いったと思うんですけど。ですよね。そうですね。なんかもう、送ろうっていう風にもうすぐに決断できた感じだったんですか？そうですね。そんなにためらいはなかったです。すごい決断力の速さがすごい僕も見習いたいなっていう風に思ったのでいえ、ありがとうございます。これってなんかこう制作意図っていうか、なんか簡単に説明してもらったりできますか？フォンファちゃんは戦闘ゲームに出すっていう体でまず制作
したので、はじめ中華といえば何だろうって思って、調べていくうちに総帥という武器にあったんですよ。お、総帥。はい、簡単に言うと相手を、殴るような。殴るようなやつ。はい、そうです。2つ使って殴るような武器だって、これは面白いなって思って、これを使って、それの先端をパンダにしたみたいな。そうです、そうです。で、面白くデザインしてもらいましたね。いや、そうなんですね。いや、なんか見た瞬間に過剰なぐらいにこうパンダのインパクトにめちゃくちゃこう心がつかまれた感じがしました。ありがとうございます。いや、もう中華と言ったらもうパンダじゃないかって思って女の子らしさを見せたかったので、お花もつけたりしました。はい、そうです。めっちゃ可愛かったです。ありがとうございます。でですね、僕ちょっとめへめへさんに1個謝らなければいけないことがあるんですよ。はい、なんでしょうか。はい、何かっていうと、僕めへめへさんに嘘ついてました。はい。このインタビューって今から僕が各キャラクターを決めるためにインタビューさせてくださいっていう風にお伝えしたじゃないですか。はい、そうです。で、これですね、嘘です。はい。ですね、実はもうすでにめへめへさんのキャラクター書くっていうことはもう実はこの時点で決まってます。本当ですか？で、それだけじゃなくてですね、はい。実はもう書いたんですよ、フォンファちゃん。すごいです。で、なのでですね、ちょっとこれからめへめさんに僕が書いたフォンファちゃん斎藤直樹バージョンを見ていただきたいんですよ。いいですか？いいですか？見ていただいていいですか？はい。ありますね。はい。心の準備はいいですか？ちょっとドキドキします。ありますよ。はい。いきます。はい。どうでしょう？すごい。カンフーらしさが出てきてます。ポーズをね、ちょっとカンフーポーズにしてみたんです。はい。ちゃんと2本の武器が生き生きしてます。すごい。本当ゲームに出てきそうな。そうです。めへめへさんの1枚イラストがあったじゃないですか。それがなんかすごいこうゲーム風に描かれているなっていう風に思ったんで、じゃあ僕もなんかそんな感じで描こうかなって思ってこんな感じで描いてみました。ありがとうございます。ちょっと中華らしさがより出てきてて、あと塗るときに帽子の塗り方がわからなくて悩んでたんですけど、さっきの斎藤直樹先生の塗り方見たら帽子がすごく可愛らしくなってていや、なんか嬉しい。なんかすごい悩みが一つまた解消されました。はい。そんな効果が。いや、よかったよかった。なんかこれ見せるときにちょっと僕めちゃくちゃドキドキしてました。私もどんな風に描いてもらったのか楽しみでした。よかった。あと私が描いたエフェクトのイラストもちゃんと入れてるのすごく嬉しいです。なんかエフェクトのこう中華な感じとかがめちゃくちゃ可愛かったので、活かしました。ありがとうございます。全部を活かしてくださってありがとうございます。はい。じゃあということでですね、リスナーさんのキャラプロが本気で描いて本人に見せたらどうなるのか、結果はですね、めへめさんはめちゃくちゃ喜んでくれました。はい、喜びました。いや、本当ありがとうございます。ということで大丈夫ですか？はい、大丈夫です。いや、本当ありがとうございます。いや、こちらこそありがとうございました。素敵なキャラクターデザインいただきました。こちらこそありがとうございました。はい。ということで、大成功以上です。はい。はい、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。はい、また楽しみにしてます。ありがとうございました。ということで再放送をお届けしました。いかがだったでしょうか？新チャンネルのチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。